レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん、あともうちょいで新記録だよ。あらゴール。タイムは14秒。こけてなければ12秒いけたね。町内会リレー選手の基準が12秒なんだよ。ごめんね。くそあそこに石さえ転がってなければ。まあ石さ、石なければ12秒いってたと思うからね。じゃあおまけで記録は12秒って書いておいてあげるよ。陽介ありがとう。お礼に掛け声教えてやるからな。まあ兄ちゃんと俺の仲じゃん。掛け声もいつもありがとうね。こちらこそ。じゃあ今日の掛け声はこれだ。おあおええう。おあおええう。わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。ちょっとさ、あなたソーセージどういうことパエヤマサラカパエヤマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。パエヤマサラカスパエヤのマサラカ。時刻は夜8時30分を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。どういうこと？全く分かんなかった。どういうことソーセージですって言った最後。ちょっとさ、あなたソーセージじゃん。いやちょっと合ってた。あ、ちょっと待って、ちょっとの差なら OK です。あなんとなくあまあなんとなく母音は言わんとしてることは分からんでもないというか、惜しかった字数がそもそも違うそう字数は違う。ということで今日5月26日はラッキーゾーンの日らしいです。どういうこと？ 1947年5月26日、阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなんで記念日として制定されました。阪神甲子園球場は広すぎてホームランがなかなか出にくいことから左右のフェンス手前に別フェンスを作って外野を狭くしてホームランが出やすいようにしました。なるほどね。そのフェンスのゾーンがラッキーゾーンと呼ばれ、甲子園球場で好評だったことから、他の球場でも導入されるようになったそうです。ちなみに現在では選手の体格向上、バットや球の、規格変更により、ホームランが出過ぎてしまうため、全球場からラッキーゾーンは撤去されました。なるほどね。でもね、みずほペイペイドーム福岡、なんかねめちゃくちゃフェンス高いの、でもなんかで見た時にそのフェンスの下に、もうなんかそれこそメジャーリーグの球場みたいに、ゾーンがなんかあって、そこにまたちょっとフェンスがあってみたいな、だ気がするんだけど、段階的になんかフェンスが設けられてるみたいな。まあでもなんかこのホームランのさラインって永遠に言われてる気がするの俺。だって何年かに1回この話題出てる気がする。球場によって違うわけでしょ。そうだからサッカーに例えるなら、会場ごとにゴールの大きさ違うみたいな話はそういやだからこれはなんか永遠に出てる気がするんだよね。だからまあラッキーゾーンがある時に打ってる選手はラッキーだってことだね。今だからちょっと名前が違うんだよね、多分この範囲のきっとね、さっき調べたなんとかなんか書いてあったなんとかホームランテラスホームランテラスおしゃれになったねだいぶ名前がでなんかそのあれで、おまけ判定でギリ通してもらえたことありますかと言われてますけど、ないよね。ないということでツアーが終わったばっかりなので、はい、せっかくねたくさんメッセージいただいてますので、はい、行きましょう。紹介していきましょうか。ラジオネームゆうりさん、はい、
健太さん、洋介さん、こんばんは。うんリバースツアーお疲れ様でした。お疲れ様でした。今渋谷公園の帰りの電車で余韻に浸りながらニヤニヤしてメッセージを書いてます。ありがとうございます。かっこよくて面白くて楽しすぎていろんな感情でいっぱいになりました。洋介さんのリバースの最後の涙に思わずもらい泣きしてしまいました。MC でお話しされていたようにきっと大変なこともたくさんあっただろうなと思ってこちらまでグッときました。私は最近転職したばかりではいはい。大変なことも多いのですよ。またスパイのライブに行けるように頑張ろうとたくさん元気をもらいました。本当にありがとうございます。 JLT も絶対行きたいので当たりますように、これからもお体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。ね、終わりました。泣いてたね。感極まっちゃいましたね。極まってたね。ああ、終わっちゃうのかと思って。はいはいはい。俺公式のあれ公式の動画かなんかだっけあれ。そうだよね。なんか陽介が泣いてるの上がってたよね。え？そうそう、最後のリバースうるっとしてるやつね。うるっとこう歯食いしばってうるってちょっとしてる感じのやつ。あげてんすか？あれがだからあったと思う多分。多分俺見てない。嘘。結構すぐリバースのね。そうマジあったよね。なんで言ってくれないですか？恥ずかしい。いやいい感じだったよ。いい感じだ。あれで俺も涙ぐんでると思って、うるうるしてるっていうの気づいたの。満身創痍だったわ。そうですね。はい、いやありがとうございました。もう一個いきますか。はい、行きますか。ラジオネームかぼちゃさん。はい。健太さん、洋介さん、キルザノイツアー&リバースツアーお疲れ様でした。はい。渋谷の帰り道です。こちらもみんな帰り道。はい。今回何箇所か参戦させてもらいました。そのうちの1箇所が、十数年前にスパイを人生で初めて見た場所でした。当時その経験が強烈に記憶に残り、ライブハウスが大好きになりました。挙句その箱でバイトするところまで行ってしまいました。今ではその箱は卒業して、今回は胸いっぱいの思い出に浸りながらライブに参加しました。さらにパワーアップしたスパイを見られて本当に幸せですということで、ありがとうございます。すごいね。すごいね。嬉しいね、こういうのはね。それでライブハウスが好きになってくれるの嬉しいね。そうですね。やっぱね、ああいう箱も箱で、なんだろう、こう活性化しないとどんどんね、やっぱ日の目を見ないところは潰れてっちゃうだろうし。そうだよね。そういろんなやっぱこうなんだろう、若い世代だけじゃなくてね、やっぱりいろんな世代の人が来れるようになるともっといいなと思うよね、ライブハウスの雰囲気は。演者側もジャンルも多岐にわたるしね。そう今なんかこのライブハウスだからこういうジャンルしかないみたいなこともないから。今ないよね、多分。昔はあったけど、今は割ともうね、何でもやるよね。何でもやってると思う。アイドルとかも増えたし、そうね、ライブやってるしね。ラジオネームマリアさん。はい、ありがとうございます。リバースツアー感想お疲れ様でした。私は今回全通できたのですが、すごい。毎回オープニングのライティングでうるうるして、弾き語り桜三つ月で泣いて、I want a place で感動して、本編終わりの、みんなのシンギンウォーウォーウォーからのオーバーロードのサイレンが聞こえたらギャーって叫ぶを繰り返していました陽介くん、夢を共有してくれてありがとうございます。いつか一緒に武道館も行きましょうね。マリンメッセも、健太さん、ファイナル公演中盤 MC 中にトイレ行くなら今ですよって言ってくださってありがとうございます。友達数人が本当にトイレに行ってました。いや、いいんです、言ってください。ファンに寄り添った細やかなご配慮、さすがお兄さんだなと思いました。次は JLT でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。全通すごいね。まあでももっとやりたかったね。まあそうね、もうちょっとあってよかったね。なんかマジコメントすると、やっとファイナルの渋谷で体がホールに慣れてきた感覚がちょっとあった。じゃああと最低3本はあったら、あと3本ね、あったらよかったな。まあでも10本ぐらいできるといいね、ホールはね。本当になんかこう、確かにホールはさ、だって全国各市で都道府県にめちゃめちゃあるよ。めちゃめちゃ市にもあるし、ね、そうめっちゃあるはずだから。あとはあそこね、まだ中野サンプラザってある？もうない？ないんか。なくなったよね。なくなっちゃったのか。そうか。サンプラザ中野くんはまだあります。行きます。やめとけ。ああいう建物があるんだ。じゃあそのホール自体が、会場がなくなっちゃったんだ。そういや、なんかでも俺らもね、すごいね、昔ホールツアーやった時に中野サンプラザで、本当の意味で多分ホールの良さを知った気がする。別格だったね。なんか何こう多幸感、うわってなんか鳥肌立つ感じ。そう、うわこれがホールかみたいな感じがあったから、そういうところをね一回味わうとまたちょっと違うよね。確かにもっとやりたいですね。もっとやりたいです。まだまだやっていきますよ。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。
メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカ選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Still on Fire でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決していやそれあんたの話だろなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話教えてください。ということで今週もたくさんいただいてますよ。はい、ラジオネームさくらピアノさん、ありがとうございます。陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私の友達の恥ずかしい話を聞いてください。当時その友達は幼くてやんちゃな2人の息子を育てて毎日クタクタでした、ある日息子たちを車に乗せてコンビニに行きました、車から子供を降ろしてしまうと走り回って大変なので車で待っているようにと言って友達は一人で車から降りました。買うものを持ってレジに並んでいるとやたらと人々の視線を感じました、でも友達は息子たちと遊び疲れて私って見た目もボロボロなんだろうなと思っていました、しかしレジで店員さんに現金を渡そうとスッと右手を伸ばした時に、視界に入ったあるものでやっと気づきました、そう友達は手首に戦隊ものの変身アイテムをつけていたんです。ついさっきまで息子たちと激しく遊んでいた時に、ハリケンジャーに変身するためにつけていたものです、伸ばした腕を見たレジの方は精一杯見ないふりをしてくれましたがその後何度も、言葉を噛んでいました。いやむしろ笑ってほしかったです。育児に奮闘していた頃のあくまでも友達の話でした。いやいい話、いい話、素敵じゃんこれね。ハリケンジャー懐かしいね。言わからん俺はほんと戦隊ものをまずあんま見てなかったからな俺多分。なんかさ分かれたよね、ジャーかライダーか、あそうね、大体男の子ライダー行くし、そうライダーだった気がする、ね、ライダー、なんでライダーなんだろうな。いやバイクとかさ、バイクとか、ああいうさ、もう分かりやすいじゃん。分かりやすいで中2じゃん、ザ中2だからねそう、やっぱあっちの方が刺さんのか。だってなんかね、日曜日の朝7時から、ジャーがやってて7時半からライダーがやってた。ダーがやってたのねジャーからのダーねやってた。確かにそこ変わってないんだねずっとね。いやいいじゃないですか。今どうなんだろうね。でも俺この間、ドラえもんとクレヨンしんちゃんが、なんか日曜の夕方ぐらいにやっててびっくりして、俺がちっちゃい頃見てたのは、金曜の夜7時からドラえもんやって、7時半からクレヨンしんちゃんやって、それはそう8時から M ステだったの。そう流れがね。で絶対カレーだったの。絶対カレーなそこまでリアルのご飯もいやカレー率高かったのよ。で一回お母さんに聞いたけど、いや別になんか、そういうあれで作ってたわけじゃなくて、お味噌汁の味噌の分量を分けるぐらいのお母さんだから、もしかしたら金曜日はカレーって決めてたのかもしれない1週間お疲れ様って込めて子供たちの好きなカレーをこのゴールデンタイムに出してあげようっていう気持ちがあったのかもしれない。そうだから、いつもだからその時間帯に見て、カレーの味を思い出してたから、いいね。なんかね、もう昼過ぎの夕方ぐらいにこうパッてテレビ見た時に、ドラえもんとクレヨンしんちゃん会ってるの見たらびっくりしちゃって、あれカレー食いてってなったの。カレー食ったいい話ですよいや頑張ってね、お疲れ様かなこれは。もしかしたらね、もしかしたらハリケンジャーやってた頃にやんちゃな息子だった。もう一回いきますか。ラジオネーム限界たぬきさん、陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。友達の話です。彼女が中学1年生の頃、放課後学校で合唱コンクールの練習をしていた時のことでした。教室の机を後ろに移動させ全員で並んで練習をするのですが、なんせまだ、中学1年生、その友達含め真面目に取り組む子もいる一方、男子側を中心におしゃべりが始まったり、ふざけ出したりする子が当然出てきています。クラスメイトのおしゃべり&おふざけはヒートアップ、とうとう委員の子たちの堪忍袋の尾が切れて練習を中断、全員体育座りをさせられました。係の中でも特に芯が強いタイプの女の子からのお説教タイムスタートです。
友達は真面目に歌っていた側なので、そうだよな、その通りだと思いながらお説教を聞いていました。するとお説教中の委員の女の子が、やる気ある人は手を挙げてくださいと投げかけてきました。おともちろんやる気十分ですという気持ちで、友達はドヤ顔で勢いよく手を挙げます。するとどうでしょう、クラスメイト誰一人手を挙げていないではありませんか。なんだみんなやる気ないのかと挙手したままキョロキョロしていると、隣の友達から、やる気ない人だよと光栄で一言。一瞬固まり、そーっと委員の子を、見上げると、すごい形相でこちらを 見下ろしているではありませんか。すっと、私ではなく友達が手を下ろすとか、ああそういうことね。友達の話だからね。私じゃないから、私じゃないから。委員の子が、やる気ない人は手を挙げてくださいと何事もなかったかのようにもう一度全員に問いました。聞き間違いとあの時期の、合唱員は恐ろしいですね。そんな聞き間違いあったんだね。まあでももう覚えてねえな。そうだよね。だって、やる気ない人、手挙げろって言われた方がみんな挙げないよね。挙げないね。で多分これやる気ある人手挙げてくださいって言っても、なかなか意外とその手を挙げるっていう行為に対しての一個自分の中のハードルがねあるから、だから上手だと思う。この委員の子上手だね。上手。聞き方がね、ただ聞き間違いさえしなければいいんだけどすごい上手な委員の子だと思うわ。合唱コンクールね。まあでもこれしょうがないね。中学生だとさしょうがない。俺もだってその真面目にしない側だったもん。なんだろうね、さ男子特有の真面目にやってるやつちょっとダサいよねみたいな空気感あるじゃん。あるね。なんかふざけてる方がかっこいいと、なんだろう、思い込んでる節あるじゃん。ある。で高校ぐらいになるとさ、その真面目にやってたやつのことがちょっと羨ましくなるじゃん。なるね。で大学生ぐらいになるとさ、自分ってバカだなって後悔を始めるじゃん。ほんとそうだよ。なんだろうね、この男子のアホだなっていう感じ。いやだからなんだろうね、多分だけど、その言われたことに従わず、自分のエゴさらけ出してるのが強いだろみたいな風に思ってんじゃない？やっぱ中二病なんだね、じゃあ。やっぱこのでもその根は多分それじゃない？まあ根はそうだね。確かに。なんか昨日ニュース番組見てたんだけどさ、今の20代の会社員の子たちはすごく上司にきちんとノーを言えるのが増えてきたみたいななってて、その街頭インタビューみたいなやってて、多分その根っこだろうなみたいな人が喋ってた。いやもう私はノーって言ってみたいな、全然でもそっちのやり方に変えたら効率上がったんで、もう全然言っちゃいますね。お前それ言ってる自分に酔ってるだけだまだ中二病抜けてない。抜けてなかった。だからそのやっぱあるんじゃない？それが良しとされるものが中二の心には。いやでもさ、なんかやっぱ思うけど、そのコスパとかタイパってさ、それを超越した物量をこなした人しか言っちゃダメだよねって思うのすごい。その全てをやって、そうもう寝る間も惜しんで死ぬほどこの仕事、どんな職業でも、もう飼料作りなら飼料作りを死ぬほどやって、ものすごい量をこなした後にタイパとコスパの話をしないと、やっぱ物量こなしてない人の仕事ってさ安いよね。そのすごい悪い言い方しちゃうと甘いってこと？甘いし、いろんなところが抜けてるし、そのここキー回ったでしょみたいな、なんで回んなかったのみたいな、それはそうだよね。自分のコスパとタイパ考えて仕事してるからさ、必要最低限のことをやればいいみたいな考えだから、だからそれはやっぱなんだろう、で物量って大事だなって思うね、やっぱ最近。まあなんかそれを全部やった上で、これをこうしたらこうなってこうなるからそうっていうのが見えてるコスパタイパが正解じゃん。正解。まあそうだね。そういやだからなんかこっからさらに若い子たち、だから今多分中学生とか高校生ぐらいの
今から社会人になり始める子たちって俺逆にそっちの子が多くなる気がするのよ。うんうんうん、今のその30代前ぐらいうんの子たちは多分もうタイパコスパみたいな、うんもうなんか効率上げてなんぼみたいな、うん多分その逆説が出てくると思うから、うんうん、次の若い世代は多分死ぬほど体育会系な気してんだよね俺。あやりますみたいな、はあはとにかくやりますみたいな、あうん、確かに多いかも。なんかその今のそれこそ20代の前半の子とかすごい燃えてるよね。燃えてるじゃん、なんか、違違うもん寝ないですみたいなさ、うん、いや多分みんな、多分本当に仕事したい子が増えたんじゃない？そう、まあそれはそうかもしれないね。なんか本当やっぱうん職業の幅が広がったことで、それぞれがやりたいことに対するベクトルも合わせやすくなった。まあそれはあるかもね。それの選び方が上手くなってるかもね。上手くなってるとと思う。やっぱあんだけ SNS 見てまあさそうね、確かに確かに。こういう仕事あんだこういう仕事あんだをさ、学校の先生からじゃなくて自分も見つけれるわけだから、それはあるんじゃない？何の話だっけ？はいということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕ら決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしています。それでは今日はラジオネーム限界たぬきさんの友達の話からこちらを選曲しました。 H2O で思い出がいっぱい。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は H2O で思い出がいっぱいでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もお悩みいただいてます、はい、ラジオネームもち巾着さん。ありがとうございます。健太さん陽介さんこんばんは。こんばんは。突然ですが、私は好きなテレビ番組の話ができる友達が欲しいです。ほう、私は笑点が一番好きなのですが、昨日の笑点神回だったんだけどさ、〇〇師匠めっちゃ面白くてさ、とか言っては見るものの、小学生の頃とはメンバーが変わっていることもあり、友達全員そもそも名前と顔が一致しないらしく、なかなか共感を得られません、むしろ私以外の友達はみんなアニメの話題で盛り上がるのですが、私だけアニメを見ておらず、共通の話題で盛り上がるということができません、なんだかちょっと寂しいような、お二人は自分だけ共通の話題で盛り上がれなかったり共感を得られなくて寂しくなったりしたことはありますか？いや、そのさ、もち巾着さんの言いたいことすごくわかるし、あれなんだけど、この子めちゃくちゃ若いじゃんね、10代なんですよ。10代後半。はい。笑点本当か？文章もさ、ね、めちゃくちゃしっかりしてるしさ。多分君は生まれるのがちょっと遅かったよいや、なんかいや、そのまま突き通してくれっていう気持ちもすごいあるし、あとどこでスパイエアを知ったってアニメ見ないわけじゃん。確かに笑点で絶対俺らの曲かかってないじゃんタンタンってやんないわね。そうすごいね。今もち巾着さんにすげえ興味湧いたわ。これねすげえしっかりしてる。やっぱさでも笑点とか見てるからだと思うの、俺これってそのちゃんと起承転結があって話をちゃんと面白くするっていうメカニズムを永遠好きだから見てるわけじゃん。勢いの笑いは通用しないっていう感じ。そうだからもうこの文章もめっちゃちゃんとしてるじゃん。ちゃんとしてるね。でさらにこう読みやすいように、空間開業の使い方も上手、で、開業する点と丸の使い方もうまいね。でさ、ちゃんとさ、頭に目的を持ってきてる。そう引くなんていうの、人の興味を引く最初、一文これ素晴らしいよSNS コンサルとかした方がいいじゃん最近だってそうじゃん、素晴らしいよこれは。動画とか見てるとさ、そう最初に答えをねでちゃんと最後に、あなたたちはこういうことありますかって聞いてきてくれる、このお便りを広げやすい、メール職人どうですかねメール職人目指しませんか？コンサルをね、何の解決にもなってないけどどうですかありますか？いや僕はありますよ。もう全然ありますよ。俺はもう絶対無理だったから、共通のそういうあれで盛り上がるみたいなのが。今は逆に今話さないね。なんか自分の中であってもでも話さないのはさ、これ盛り上がんないだろうなっていう結論が見えちゃってるからじゃん、そういう話ないの？これ興味ねえだろうなみたいな、すげえ好きなんだけどみたいな。俺あれが好き、
動画でさ、うん柔らかいものをどんどんこう切っていくやつとかAI 生成されたやつそうあるねASMR でしょ柔らかいもの切った時の、シュワうんッシュワッ音をねとか AI 生成されてる。あれが好き金太郎飴切るやつとか全然共感できなかっただから無理なんだよ無理ってことだねやっぱね。そう無理うん俺はねだから一人でだからそういうのは、うん一人で楽しむことにしてる、まあまあでもさやっぱ10代だとさうんやっぱみんなと盛り上がりたいじゃん。なんかないの例えをアニメにしてみるとかみんなの好きなあなんか師匠ってさー、うんキャラみたいなさみたい。でもなんか俺の時代は割とそのなんだろうここまでうんそのストリーミングサービスはなかったけど、はいはいはいあらかたやっぱみんな忙しいわけよ、まあねクラブ活動部活、だから録画してる子もいるわけ、はいありますね。安易に言えないよ、確かに。それでなんか一回ブチ切れてるやつ見たもん。どういうこと？ネタバレ？そう確かにそうかも。アニメは、そうだからねうん本当に最初に聞いてから話すようにしたあれ見たなるほどね。まあでも焦点見たって聞かれることはないだろうねない多分ねね。だから焦点は、いやでもね焦点をもっと深掘りすればいいと思う。これ多分大学とか大学出た後うんにすげえ特技になるはずだから焦点を死ぬほど見てた子って、うん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 その面白いっていう意味でも、うんいろんな回を知ってたりとか師匠のうん特徴を知ってたりとか、うんめっちゃネタになると思うからもう好きならとことん見上げた方がいいと思うこれ。ねいない10代でそこまで語れる人はいない気はするね。だから友達を見つけたらその共通のその子とは多分一生友達いるべきだと思う。落ち研とか入るといいんじゃないのもし大学に確かにねそうかもしれない、そういうところで探してみてください。はい、解決になったのかなわかんないありがとうございます。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください、はい皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのマサラカお送りしているのはスパイアで Just Like This 2025より Bring the Beat Back です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。なんか先週もお悩み結局解決できなかった。いや解決はしたよ今日は。今日はしたのちゃんとしたよ。もうそのまま見てだからくださいっていう、今はい今その悩みを解決できないけれどもいやしてるそれは悩みじゃないと特技だとそう特技なんだから、で周りのことを共感しようと思ったらそれは無理っていう、もうしょうがない。分析能力に長けるんじゃないだから、いやそうかもしれない。だからいいことでこの後分かる君の実力がどのぐらいついてたのか、焦点によってそうだね。もうこれはもうメールによって実証されてる。確かにうんまあもち巾着はまあメール職人に今後なっていくわなってけだから一旦どうやってスパイを知ったのかをそうや送ってほしいね送ってほしいねお願いします。ということで、現在スパイア単独野外ライブ Just Like This 2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD が発売中です、はいそして、今年も Just Like This 2026が開催決定となりました、はいDay1 韓国ですね、はい今年は9月5日土曜日、キンテックス第2展示場です、はい Day2 の日本は9月26日土曜日山梨県川口湖ステラシアターです、皆さん行ける人は韓国旅行ついでにはい来てみてください。よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。